I need a playboy, super smash game boy. Send a dick pic, let me on his way, boy. Nothing like the chick flicks, not just some LA boy. When he hit this, bet the kitty make noise. Need a playboy. 試合中相手のサーブが分からなくて困った時ありませんでしょうか。下回転サーブ、横回転サーブ、YG サーブ、バックサーブ、全て無効化するレシーブ法を紹介します。今回のサーブは短いサーブに対しての返し方になります。今回は15角対応版になっています。いつもコメントの方をしていただき本当にありがとうございます。もしよかったら高評価ボタンとそしてコメントのリクエストをしてもらえると嬉しいです。ステップ1してもらっていいですか。何かしら横形がかつてでこう食らう相手のサーブ分からないで、こういった時さ相手のサーブが分からない時は思いっきり切っとけばいいっていう感じですね。さあ相手のサーブが分からない時は思いっきり切っとけばいいっていう感じですね。あれやばい、やばそう。あーよし、つつきしてもらっていいですか。これ多分結構切れてるんですよ。グッて結構切れてる。ちょっと目隠しながらできてこうちょっと目隠しながらできてこう思いっきりバックスピンを強くかけると相手のサーブを潰す上書きして返すことができます。さあ相手のサーブが分からない時は思いっきり切っとけばいいっていう感じですね。ステップ2やり方なんですけど、45度ぐらいの角度でちょっとボールを引きつけてもうこうチョップする感じ、パーからグーって感じのこういう感じで切ると切りやすいです。ちょっと一回やってみます。最初から力入っちゃうとですね、こうやってやっぱこうグワッていっちゃいますよね。力を抜いてパーの状態脱力しちゃいってグッ脱力しちゃいってグッってやればグッってやれば切れます。こういう感じ、はい、パーから脱力した時引きつき、はい、でフォアも一緒です。フォアも45度面で力を抜いておいた後の瞬間にグッってやればめっちゃ切ることができます。こういう感じ、こういう感じですね、イメージ的には。はい、だからこうやって思いっきり切るっていう感じでやればやってもらえればいいかなっていう感じです。こういう感じで切ると切りやすいです。こういう感じ。ステップ3、本当に強い上級者の方は早いタイミングでできます。ちょっと一回だけフォアでやってみよう。ちょっと早いタイミングでこういうのができます。こういうね、ちょっと早いタイミングでこういうのができます。こういう上書きしながら早いタイミングでタタン。これちょっと難しいです。なので最初のうちはこうやって引きつけてもらった方がクッとやりやすいので上書きつつきやってみてください。ステップ4、ラケットの上の方にこう当ててやっちゃうと押しちゃうので切るつつきがしづらいです。ここにやっちゃうと。なので切るつつきは、こういうイメージ、ラケットの下の方から入っていくような感じでやるとすごく切れやすいですね。フォアも一緒ですね。フォアも切れないつつきはこう上の方に当たると送っちゃうので切れないのでこういう感じですね。悪い例ちょっとやります。上の方に当てちゃうとこう押しちゃう、切ろうとしちゃう。なのでここからですね、はい、ギュッ、はい、でちょっとやります。上の方に当てちゃうとこう押しちゃう、切ろうとしちゃう。なのでここからですね、はい、ギュッ、はい。ステップ5、ラケットの角度なんですけど、上書きつつきするときは45度がさっき私いいって言ったんですけど、90度ぐらい開いた方が本当はいいんじゃないかっていうふうに思ってる方いると思うんですけど、ですね、トップ選手ぐらいスイングが速ければこうラケットを水平にした90度ぐらいの角度で切ってめっちゃ上書きすることができます。ちょっとやってもらっていいですか。こう思いっきり切る感覚があってスイングも速い、めっちゃ切れるっていう感覚がある人は水平で切ってもらった方が上書きしやすいです。タブ立ちもらっていいですか。これやっぱ90度でいっちゃうと試合中ですね、ちょっとでも弱気になって優しくなったらもう90度の面で浮いちゃうんですよね、そうってやったら。でも45度面でいくとこれでいけばもう一度出してもらっていいですか。スイングは弱めでももちろん切りやすいし、もし切れなくてもですね、こうやって乗っかっちゃっても角度が45なんで低くこう入ってくれるんですよね。なので試合で使う時には45度面でいってもらった方
こうやって今みたいにで言ってもらった方が、こうやって今みたいに切れなくてもそうってなっちゃってもなんとかなる。こうだったら切れた時はもちろんすごい回転なんですけど、切れなかった時終わるんですよね。もう一度やってもらっていいですか。90は切れればいいけどいけなかった時にこう当たった時にもうレシーブミスになっちゃいますので、なのでそういう意味で二重のその保険をかけるという意味で45度で上書きつつきをしていただくのがこれ45度でやる方が低くも送りやすいで、切り切れなくてもつつきがですね低く返りやすいです。ステップ6。あとはこれ体の使い方なんですけど、足が入って切ってもらった方がいいですね。手だけ肘伸びるだとポンって飛んでっちゃうので絶対ダメです。なので足入ってからできるだけボールに近づけてから切ってもらった方がいいですね。これ体の使い方なんですけど、足が入って切ってもらった方がいいですね。ステップ7。こういうあからさまに長いロングサーブはできないです。ですけどこう短く来た時のこれ下系なんですけど、逆横下系も上書きつつきできます。関係なくできます。でひっそり逆横上回転でちょっとアップが入っていてもですね、同じように上書きつつきで同じような感じで返すことができます。短いサーブでちょっと上が混ざっていてもですね、上書きつつきで返すことができます。なので上と下が分からなくてもなんとかなるっていう状態ですね。ステップ8。ちょっと最後に安にちょっといろいろ YG とか混ぜてもらっていいですか。いろいろだからこうなんか試合中わかんねえ、いや怖え、あれやばい、やばそう、よし、なんです2バウンドはいらないんですけど、2バウンドいらないんですけど、今みたいそう分かるとりあえずこれ切っとく、試合中わかんない、なんか来た、切っとく、ありがとうございます。今みたいにですね、なんか試合中やっぱサーブが上手い人に対してはああいう感じで引きつけて切っとけばなんとかなるっていうのを知っとくだけでも心のその余裕がやっぱ一つできるのかなと思います。最初はこの切るのがちょっと難しいと思う方が多いんですけど、何回もやってるとですね、切る感覚がこう発達して、である日突然こう切る感覚がこう磨かれた時に一気にできるっていう感じになりますので、ぜひですねこの上書きのつっつきのレシーブ挑戦してみてください。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。